今回はマイホームやってよかったことベスト9。実際に蜂屋で建てたお家のオーナー様に聞いたリアルな声をお届けしたいと思います。こちらのお家のルームツアー動画は概要欄から飛べます。では早速。一つ目は窓をたくさんつけたこと。ヨーロッパをイメージした可愛い格子窓をたくさんつけています。風通しもいいし、日中は電気をつけなくてもとっても明るいです。注文住宅だと窓が少なくなってしまう場合でも、設計士さんが風通しや明るさを考慮して窓配置を考えてくれるので、気になる方は相談してみると良いと思います。2つ目は水回りを2階にしたこと。お風呂、洗面、トイレが寝室の正面に来る間取りなので、夜お風呂に入ってそのまま就寝できる動線が楽で気に入ってます。3つ目は造作洗面台。自分で選んだタイルを見るたびにテンションが上がって毎日の身支度が楽しいです。世界に一つだけなので愛着も湧くし気に入ってます。既製品と違って固定資産税がかからないのも嬉しいポイント。4つ目は造作テレビ棚。テレビの上のところにディスプレイ用の棚をつけました。夫婦で集めているディズニートミカがたくさん飾れるのでかなり気に入ってます。5つ目は造作カップボード。おしゃれだし可愛いしでもうとにかく気に入ってます。念願だったコーヒーコーナーを作れたので嬉しいです。カフェっぽい可愛い雰囲気が好きな人には造作カップボードや造作キッチンおすすめです。6つ目はタイル風のクッションシート。リビングは無垢、ダイニングとキッチンはタイル風の床材を使ってます。 LDK の途中で床が切り替わるのがおしゃれで、クッションシートになっているので掃除も楽だし気に入ってます。7つ目はステンドグラス風のライト。ダイニングテーブルと階段のところに取り付けたステンドグラス風の照明。統一感もありながら3つとも違ってとっても可愛いです。毎日の食事も楽しくなるし、2階に上がるたびにワクワクします。8つ目は吊り下げ収納。壁沿いじゃない上の空間って普通は使えないと思うんですけど、吊り下げ収納を作ってもらったことでたくさん収納が増えて便利です。サロン部分は小物が多いのでかなり助かってます。最後9つ目はロフト。漫画やフィギュア、ディズニーグッズなどをここに詰め込んでます。大好きなものに囲まれて幸せだし、秘密基地っぽくて楽しくて気に入ってます。リビングや寝室以外にもこじんまりしたくつろげる空間を作るのおすすめです。以上、マイホームやってよかったことベスト9でした。これからおうち作りを考えている方の参考になれば嬉しいです。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。